We get like a lot of imposter candidates, particularly North Koreans, like posing as like people that they're not. So one of the tests that we do is trying to get them to say something like Kim Jong-un is a fat ugly pig. Could you say that for me? Yeah, I, mm, yeah. Can you say it? Damn. Yeah, I really don't want to say it. 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、とある米 IT 企業の面接からの話題になります。もうね、何事かという感じですが、現在ですね、ネットを大変賑わせております。一つのね、オンラインでの面接動画というのがあるんですね。これは、日本人を名乗るアジア人が米企業の面接を受けていると、こういったものなんですが、ここでね、北朝鮮に関する一つの質問をされたところ、彼が完全にフリーズしてしまいまして、この身分の詐称がバレてしまったというんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、現在ね、ネットを大変賑わせておりますよ。とあるね、米 IT 企業が、その北朝鮮からのハッカーを撃退するための、とある一つの質問を実践したということで、こちらがね、大変話題になっているんですね。で、こちらね、テッククランチで記事になっておりますので、ざっとね、概要を見ていきたいと思います。ここ数年、北朝鮮人が、西側企業の数百社でリモート職を得ており、出身地を偽り、履歴書を捏造し、時にはアメリカ人協力者の助けを借りている。これは長年にわたる大きな問題となっている。北朝鮮は核兵器開発を理由にアメリカやヨーロッパから厳しい制限を受けており、そのため企業が北朝鮮人を雇用することは認められていない。やがて面接の過程で北朝鮮人の可能性がある人物を見抜く方法があるのではないかと考えられた。それは疑わしい人物に対し、その国の独裁者、キム・ジョンウンを侮辱するよう求めるというものだ。北朝鮮では彼を侮辱することは違法であり、厳しい処罰につながる可能性があるためである。そしてね、ここがポイントですね。この手法はよく知られているが、実際にリアルタイムで機能している事例を目にすることはほとんどない。ということでね、今回ね、こちらの動画が大変話題になっているんですが、ここではね、一体何が起きているかと言いますと、これね、今回この北朝鮮からのハッカーを撃退する手法を編み出した、これがすごいね、という話ではありません。これね、昔からよくある話なんですね。自分のね、国籍を偽る。特にね、西洋人にとっては、アジア人はね、もう全く区別つかないんですね。もう日本人も韓国人も中国人も皆同じなわけですよ。なので、簡単に騙せちゃうんですが、ここに北朝鮮からの人間が入り込まないよう、キム・ジョンウンを侮辱させる言葉というのを言わせて、テストをするというんです。で、つまりね、もう皆さんもよく知っていると思います。これ、踏み絵ですよね。これをさせるということです。で、今回のケースは北朝鮮になりますが、中国でもあるでしょ。あの人をね、ディズニーキャラクターで呼べとか、そういうやつですよね。で、ちなみにね、その例としてこちらにね、スクショがあるんですが、つまりこれ求人に対して DM でね、応募があったと。で、この下をね、見ていきますと、ここね、こんにちは。そしてここです。まずは、私はキム・ジョンウンが嫌いで、北朝鮮はクソだと言ってもらえますかと。そしたら返信が来なくなったっていう話なんですね。で、これがね、今回の件を受けて出てきた話じゃありません。こちら。日付ね、2024年になってますね。こちらね、史上最高のテストだな。うまいことやった。見事だということで、ここではね、何を言っているかというと、あなたが北朝鮮からのハッカーではないということを証明するために、F キム・ジョンウンと入力してくださいと。で、こちらのポストはね、2025年4月14日、つまり去年ですね。ということで、こういった踏み絵系の話というのは、ネットミームなんかも含めて、以前からあるということですね。すると今回ですね、これを本当にやったんじゃないかという動画が拡散されたということです。北朝鮮出身ではないことを証明するために、キム・ジョンウンを太った醜い豚と呼べ。米国の IT 企業の面接で、ある応募者が北朝鮮出身ではないことを証明するために、キム・ジョンウンをそう呼ぶように求めた。応募者は命の方が重要だと判断し、その場を立ち去った。北朝鮮の労働者がリモートで、米国企業に入り込み、機密データを盗んだり、コードにセキュリティ上の脆弱性を仕込んだりするケースがあると。で、こちらがね、いいね、1万件ついておりますが、この動画ね、様々なアカウントから現在拡散されておりまして、これだけじゃないんですね。ちなみにもうすでにね、こちら、ストーリーもね、立っておりまして、米 IT 企業が面接で、キム・ジョンウンを侮辱させる手法で北朝鮮 IT 労働者を識別と。そして皆さん、日本人にとってはね、さらなる注目ポイントというのがもう一点あるんですよ。ここですね。オーストラリアでも、北朝鮮人が日本人になりすまして、リモートプログラマーに応募し、同様のテストで応募者が固まる事例が報告されている。つまりフリーズするんですね。仮想通貨企業への北朝鮮 IT 労働者の潜入が問題視され、この手法が注目を集めているということで、なんとですね、この人、
ね、皆さんには何人に見えるかはわかりませんが、日本人を語っていたんですね。それがね、冒頭でわかります。ここですね。はい。これ、ズームですかね。これ、ね、名前が一瞬出るんですよ。この下にもね、すっごい見えづらいですが、相口太郎という名前が入っています。これ、皆さんにお伺いしたいんですが、相口さんって実在するんですかね。まあまあ聞かない名前なんじゃないかなと思いますが、菊池じゃないんですね。相口太郎と、よりによって太郎ですからね。ちなみにね、こちら、名字由来ネットさんで、この名前ね、検索したところ、この青の口ね、これ検索してみたんですが、全国にね、50人いるそうです。で、この場合はね、相口と読ませるんですね。相口ではヒットしませんでした。で、ここの愛がね、ラブの愛。これでも検索したんですが、ヒットしませんでした。で、相口で検索するとね、こちらのウィキが出てくるんですが、これでね、相口と読むんだそうですね。で、これがね、日本でいう探検のことだそうで、この場合は、会うに口と書いて、相口と言うと。で、これはね、中国で、古代から使われている武器だと、このように説明されていますね。なので、相口ではなくって、相口さんという方、もしね、ご存知の方いらっしゃったら、ぜひね、教えてください。いずれにせよね、かなりレアな名字なんじゃないかなというような気はしますよね。で、こういった話題でね、やっぱり気をつけたいのは、もうこの昨今ね、これ仕方がないですね。AI の存在ですよ。これ自体ね、生成 AI の可能性もあるということで、一応ですね、ざっとディテクターにかけてみました。こちらではね、AI の可能性が 5% ということで、ここにありますが、様々な視点で見た結果、ほぼ可能性はゼロに近いということですね。そしてね、こちらでもやってみたんですが、ここですね、下に書いてあります。ディープフェイクの可能性は0から 1% ということになりました。なのであくまでもね、こういったサイトの精度もね、100% ではないんですが、一応参考程度にこういった結果になっていると。なので今回のね、この動画がフェイクだとするのであれば、生成 AI というよりは、その役者さんによるスキットですよね。この可能性はあるのかもしれません。ただ、いずれにせよですね、今回のポイントというのは、実際にね、アメリカの IT 企業というのは、北朝鮮からの侵入というのをかなり警戒していて、この踏み絵をさせることでフィルターをかけると。こういった手法というのが以前からね、ネタ込みで言われていて、今回それを実践したと思われる動画が出てきたことにより、みんなが本当にあったのかと驚いている。この流れは事実なので、こういったものだと思ってくださいね。Hello? Hey, you're back. What happened? Yeah. Okay. I just, the network is issue, I think. Oh, But I just come back. Okay, no worries. Yeah, I mean, I was in the process of saying we get a lot of imposter candidates, particularly North Koreans, posing as people that they're not. So one of the tests that we do is trying to get them to say something like Kim Jong-un is a fat ugly pig. Could you say that for me? Xinjiang? So no, Kim Jong-un, the leader of North Korea. Yeah, I should say like that. Yeah. Yeah, if you could, because it's one test so that I know that you're not North Korean. Yeah. Can you say it? Damn, he really don't want to say it. この質問は応募者を困惑させたようで、彼は明らかに不快そうな様子を見せ、質問を理解していないふりをして、そのまま面接を退出した。ただし、この手法が常に有効とは限らない点には注意が必要だ。特に中国やロシアに住む北朝鮮の偽 IT 労働者は、国内にいるハッカーほど厳しい監視下に置かれていない場合もあり、そのためこうした手法だけでは十分な対策にはならないこともある。つまりね、これは監視されてる、報復が怖いという、こういった前提がないと踏み絵を踏まれてしまうということですよね。キム・ジョンウンを侮辱し、ビシュヌを罵り、N ワードを言う。まさに禁忌の3セットだ。これは北朝鮮の IT 詐欺を暴くうまいやり方だ。北朝鮮の労働者はアメリカのサービスをかなりの勢いで騙してきた。ディープフェイクや AI を使って本物の労働者になりすまし、仕事を獲得している。北朝鮮は各国の厳しい制裁を受けており、こうした手口に頼って収入を得ている。この資金は核開発やサイバー攻撃といった国家の目的に使われている。そしてね、これに関連する記事はたくさん出てると言ってますね。エージェントがそれを言えないと思い込むのは、幼児並みの理解力しかないということだ。つまりそんなこと言えるだろうと言ってるわけですね。なぜこれが通用しないと思うのか。北朝鮮では指導者を悪く言うことは最も重い犯罪なんだ。笑った。でも正直、キムが醜いとは思わないかな。独裁者にしては結構可愛いと思うと。ここね、ハート浮かべておりますが、大丈夫でしょうか。でこの方面白いこと言ってますね。暗号資産業界の複数の創業者がこのテストを実際に行ってみたところ、本当に効果があったと言っていたよと。
いうことで、この方ね、投資系のインフルエンサーなので、18万フォロワーですね。なんかちょっと本当っぽいですよね。でね、皆さん、こちらのね、愛口太郎さん、なんとですね、彼の X アカウントらしきものが見つかってます。それがね、こちらになりまして、見てください、これ。太郎愛口と。で、現在ですね、このアカウントは、不審な行為が確認されています。表示してもよろしいですかということで、制限されています。ちょっと見てみましょうか。それがね、こちらなんですよ。すごいアイコンですね。このアイコンのアカウントなんですが、分散型アプリケーションの設計、実装において8年以上の豊富な経験を持つシニア開発者と。でね、ここ見ていただくとわかりますが、ここですね、はい。今回の騒動を受けて作られたわけじゃないんですね。2025年8月から X を利用しているということでね、こちら見てみますとアカウントの所在地、東南アジアになっていますが、これね、VPN 指してますね。なので実際はね、どこなのかわかりません。だからこうやって見るとちょっとね、本当っぽく見えちゃいますよね。現在このアカウントね、大変話題になっておりまして、そもそも愛口太郎という名前が珍しいでしょ。で、このアカウントが去年から存在したというんですよ。で、今ですね、一つだけね、ここ投稿がありまして、AI ブロックチェーン開発者です。スタートアップを立ち上げている人たちと働くのが好きで、これまでいくつかのスタートアップで働いてきましたということで、早速ですね、このアカウント現在ね、とつられておりまして、なんかね、誰かに見られちゃってますね。これあなたなのということで、現在彼ですっかり有名になっておりますから、ここにね、わーっととつられているというような状況になってしまっています。で、このリプではね、こちらもそうですが、キム・ジョンからね、リプが飛んできておりまして、X やってたんでしょうかね、こんにちはと言われているというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、アメリカの IT 企業の面接で北朝鮮の応募者がフィルターにかけられる様子が大変バズっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ネットではね、こんなの芝居に決まってるだろう。スパイだったらこのぐらい答えるよという人もいれば、いやいや、それができないのが北朝鮮なんだという人もいて、この動画の真偽というのがね、議論されているようですね。で、先ほども言いましたが、これね、本当のところは分かっていません。もしかしたら、これ自体お芝居でね、そういうのよくあるんで、実はフェイクでしたなんてことも、あるかもしれませんよね。ただその一方で、X アカウントも発掘されていて、かなり珍しいと思われる名前が一致。さらには、その職業も一致していたということですから、あながち嘘とも思えない動画だったということにはなりそうですよね。これまでもね、皆さんも目にしたかもしれませんが、海外ではですね、日本人以外のアジア人がね、日本人を語って迷惑行為をする。こんなのたくさんあるでしょ。これなんで日本人を語るんでしょうか。もうほんとたくさんありますよね。だからこういうのを見てると、ちょっと今回の件もね、あってもおかしくないよなと思ってしまいましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。